どうもこんにちは、ゆきこです。外も暑くなっちゃってね、もう何をするにしてもやる気が起きないフェーズに僕は入っちゃってるんですが、しかしね、辛い暑いと言っても時間は待ってはくれないので、石のように重いこの腰を起こして今日もやっていきたいなと思っとるわけですよ。さて今日はね、何かとやっぱり質問の多い機材周りですね。フレックス2とフレックス4のね、接続方法を一回ちゃんと一つの動画にまとめてみたいなと思っていて、この2機種はね、僕が個人的にすごい推しているっていうこともあり、頻繁に僕の動画に登場するんですけど、そもそも人気がある機種なので、このうちのどっちかを自分の最初の1台目に迎えたとか迎えるつもりっていう人も多いんじゃないかなと思います。この2機種はかなり手軽に DJ が始められるっていうのが大きな売りの一つです。一番シンプルな構成はね、これ DJ 機材とスマホ、すごいでしょ。本当にこれだけで DJ できるんですよ。手軽にタブレットでサクッと DJ ができるセットから PC とスピーカーを準備してガチめなセットを組んでみたり、逆にどこにでも持っていけるようにシンプルを極めてみたり、かなり構成も柔軟にバリエーション多く組むことができるので、それぞれの人が持つこんな風に DJ したいなみたいのをほぼ叶えてくれます。ベッドの上でも DJ できちゃうくらいなんで。今回はこの2種類の DJ コントローラーの DDJ フレックス2とフレックス4はこんな使い方ができますよっていうのをね、ガサッとまとめてみたいなと思います。フレックス2のホームページにね、分かりやすく4パターンに分けて書いてくれてるので、これに沿って説明していこうと思います。よかったらね、参考にしてみてください。じゃあ早速、まずは PC を使って DJ をする場合からこの2機種の接続パターンを説明していきたいと思います。一番シンプルな PC と DJ コントローラーのみのパターンですね。PC で立ち上げた DJ アプリを接続した DJ コントローラーで操作するっていう形です。音は接続したこういった PC から出すことができるので、これだけでも十分 DJ ができます。接続方法をさっくり説明すると、このフレックス2とフレックス4を PC に接続するには背面の USB Type-C のポートを使います。この PC のマークが書いてあるところ。フレックス4とフレックス2は USB バスパワーで動くので PC と接続するだけで他に電源とかつながずに使うことができます。 USB バスパワーっていうのは接続してる USB から電源も一緒に取ってくれる機能のことですね。なのでこういった PC 側から電源も取りつつ使うことができます。もうこれが手軽さのほとんどを占めてると言ってもいい。電源につながなくていいっていうのがどれだけストレスフリーかっていう話ですよ。僕が使ってるね DDJ1000 っていうちょっと古い大きめの機材があるんですけど、これ使うためにはこの大きさの電源ささないといけないですからね。このちっちゃめのレンガみたいなねコンセント。普段ね DJ 機材出しっぱなしにしてる人なんかはそんなに気にならないかもしれないんだけど、僕みたいにデスクでやる人、使った後に片付けたいタイプの人なんかにはちょっとあれ邪魔だよね。ああいうコンセントに接続する必要がないので、ノート PC ごといろんなところに自由に持ち運べるっていうことですね。何よりコントローラーをデスクに持ってきて USB 挿してすぐに使えるっていうこの手軽さよね。あとは DJ するにはやっぱり当然モニタリングもしたいので、ここにイヤホンヘッドホンを足した構成になりますね。フレックス2は左側の側面、フレックス4は手前の側面にステレオミニフォンプラグがあるので、そこから接続します。ここですね。ここに接続したイヤホンとかヘッドホン使って次の曲の確認をしたりとかします。この構成がね、やっぱり最初はおすすめです。 PC でやる場合ね、必要なものも最低限だし、自宅で DJ するには十分。 PC 持ってる人はね、コントローラーを買い足すだけで済むので、まずはこれをベースに考えてくれたらいいんじゃないかなと思います。次のパターンはこれにスピーカーを加えたものですね。イベントとかで人に聞かせる場合とか、あとは自分でやるにしても音にこだわりたい場合とか、 PC からの音だと物足りないなっていう時はこれがいいです。DJ コントローラーにはそれぞれスピーカーアウトがついているので、ここからミックスした音源をスピーカーに出力します。フレックス2の場合は側面にステレオミニフォンプラグがついているので、ここからスピーカーに接続します。イヤホンとかでよく見るこういう細いプラグですね。フレックス4は背面に RCA 端子がついているので、ここから接続ですね。はい、 RCA はこんなやつ。これもよく見ますね。赤と白のプラグ。このスピーカーを足した構成のメリットは音量と音質の確保ですね。まあ接続するスピーカーにもよるんですけど、あといいスピーカーって一つ一つの音がクリアに聞こえるので DJ の練習するにしても有利です。ミックスの時に EQ の微妙な操作とかもね聞き取れたりとかするんで、別に他の人に聞かせる予定はなくともステップアップの一つとしてね考えておくといいんじゃないかなと思いますね。何よりいい音でやるとやっぱ楽しいので、
おすすめ。あとね、この構成の亜種みたいな形にはなるんですけど、 DJ コントローラーじゃなくて PC にスピーカーをつけちゃうっていうのはありですね。さっき1つ目のパターンでこういう PC から直接音を出してたと思うんですけど、その音をスピーカーにしちゃう。普段から PC にスピーカーつけてる人はこっちの方が楽かな。僕もこの構成です。だんだんね、自分のデスクが特設 DJ ブースみたいになってくるとテンション上がりますよ。ほい。PC で DJ コントローラー使おうとするとパターンはまあこれぐらいなので、そこまで難しくはないかなと思います。 PC を接続して、あとはスピーカーをつけるかどうかっていう違いだけなので、次は PCDJ ではなくスマホ DJ のパターンをね紹介していこうと思います。最近勢いありますよね。実はスマホもしくはタブレットで DJ ができるようになってるっていうのは知らない人がまだ多いんじゃないですかね。スマホ用の DJ アプリは今までもいくつかあったんですけど、それが FLEX4 に対応しだしたのがここ最近の話なので、スマホとタブレットだったらね、今もうほとんどの人が持ってると思うので PCDJ よりもだいぶハードル低いですよね。基本的な考え方は PC の時と同じです。このさっき PC と接続してたところに今度はスマホを接続するだけで特に何の操作も必要なく対応する DJ アプリで使えるようになります。この場合も USB バスパワーを使ってコントローラーを使うことができるので、特にコンセントとか繋がなくても使うことができます。これやばいよね。これで DJ できちゃうの結構すごくない？これいつできるようになったんだっけな。びっくりしたのよ当時。2023年3月ですかね。レコードボックス for iOS が FLEX4 に対応したのが最初かな。2年前にできるようになったばっかなんですよ。それまでもね、スマホで DJ できるコントローラーって別にあったんですけど、パイオニアの製品でいうと WeGo とか、どっちかといえば持ち運び特化の特殊なモデルっていうイメージでしたね。名前も WeGo だし、専用の WeDJ っていうアプリを使って DJ ができたんですけど、だったのが2023年に FLEX4 っていう DJ コントローラーど真ん中のモデルがスマホ操作に対応して、レコードボックスのスマホ版で操作ができるようになったので、いよいよスマホ DJ を本格的に開拓していくつもりだなっていう印象を受けましたね。なのでスマホタブレットだけで DJ コントローラーを使うっていうのはまだまだ少数派というか浸透してないと思うんですけど、僕はすごくいいと思ってるんで、使い心地とか手軽さ含め画面を使ったタッチパッドとかもね相性いいんですよこれ。なので個人的にはね、すごくこのチャンネルでも推していきたいんですけどね、今後も。今ね、どんどんスマホとかタブレットの性能も上がってきてるので、ゲームみたいなハードな性能いらないですからね、DJ だったら。ぶっちゃけ大した性能必要ないんで、スマホタブレットで十分っていう人は多いと思います。で、何の話だっけ？そう、スマホと USB1 本つなぐだけですぐ DJ ができるようになったよって話ですね。スマホの場合はね、音を出すためにやっぱりスピーカーが必要になるので、小さいものでいいのでスピーカーと、あとはイヤホンは準備してください。接続方法はさっきと同じですね。FLEX2 は横についてるステレオミニフォンプラグか、FLEX4 だったら RCA ケーブルでスピーカーと接続します。スマホでもね、もちろんいいスピーカー鳴らすことができるので、この辺りの拡張性は PC と大差ないです。違いといえば USB バスパワーで動かしてると、スマホタブレットだとちょっとバッテリー心もとないぞっていう人は FLEX4 に限り電源用にもう一つ別の USB ポートがついてます。ここにコンセントだったりモバイルバッテリーを接続すると給電しながら DJ ができます。これで安心。FLEX2 はこのポートがついてないんで USB バスパワーでやるしかないですね。まあでもスマホのバッテリーでも 1,2 時間 DJ するぐらいだったら余裕だと思いますけどね。人前でやるときとかはね、ちょっと給電できないと不安っちゃ不安ですけど。あとね、おすすめなのがこういうスタンド型のペタッとくっつくタイプの充電スタンドあるじゃないですか。これがあるとバッテリーが不安なスマホ自体を充電しながらスタンドとしても使えるのですごい便利ですよ。これなら電源ポートがついてない FLEX2 でも充電しながら使えるので FLEX2 ユーザーには結構おすすめ。充電スタンド持ってる人はね、ぜひやってみてください。参考までに僕が使ってるやつ概要欄にリンク貼っとくんで、ちょっと高いですけどね、おすすめです。はい、じゃあ最後パターン4つ目。正直ね、個人的にはお化け要素なんですけど、スマホタブレットは Bluetooth を使って DJ コントローラーを無線接続で使えます。今まで説明してきた方法はこういう PC とかスマホタブレットと DJ コントローラーを USB で物理的に接続してたんですけど、無線でもコントローラーを操作できるってことですね。
この場合 USB バスパワーを使って DJ コントローラーに電力を供給することができないので DJ コントローラーを直接コンセントとかバッテリーに接続してあげる必要があります。フレックス4はさっき説明した電源ポートがあるのでそこに接続してもらって、フレックス2はこの1つの USB が電源も兼ねてるのでここに接続します。でスマホと DJ をね直接線でつないでいるわけではないので当然音も DJ コントローラー側から出すことができないということでスマホ側から全部賄う必要があります。スマホ側からミックスされたマスター音源とモニタリングのイヤホン用の音源を取らないといけないってことですね。どうするかっちゅうとこういう二股に分かれたね特殊なスプリットケーブルっていうものを使ってスマホからの音をスピーカーとイヤホンに分けます。ステレオの右と左をそれぞれスピーカーとイヤホンに分けるっていう特殊な使い方するんですけど、接続してみるとこんな感じですね。フレックス2にバッテリーを接続して iPhone からスプリットケーブルを介してスピーカーとイヤホン。なので Bluetooth の無線接続で DJ できるって言われると一見すげえって思うんですけど、実はね必要なもの増えるんですよね、有線の時より。だからね僕は正直使わないですねこれ。 Bluetooth だと遅延もあるし有線だって USB-C1 本つなぐだけだしね。僕はちょっと思いつかなかったんですけど、こういう時に Bluetooth 便利だよっていうのがある人はねコメント欄でぜひ教えてください。はい、今日はね DJ コントローラーの DDJ フレックス2とフレックス4の接続方法4つこうババッとねまとめてみたんですけど、この2機種ね本当に構成のバリエーションが豊富なのでいろんな人の使い方にぴったりハマるんじゃないかなと思ってます。スマホ版の DJ アプリにも対応してるのでスマホから DJ 始めてでステップアップで PC 行こうかなって考えてる人にもハマると思うし、普段は PC で DJ やってるんだけど外行く時はスマホで DJ したいなっていう人にもハマると思うし、フレキシブルに切り替えられるのも強みかなと思います。さっきも言ったんですけどまだスマホで DJ ができるようになってからそこまで時間経ってるわけではないのでスマホ DJ ができる機材はまだまだ限られてはいるんですけど PC で DJ ができる機材は他にもいくらでも選択肢があるので PC でしか DJ するつもりないよっていう人はねもう少し広く選択肢取れますね。その辺も考慮に入れつつ自分のスタイルを考えてもらえたらなと思います。いや本当にね選択肢増えましたよ。難しそうなイメージ持ってた人もねこれだったらできるかもって思ってもらえたら嬉しいですね。今日の動画参考になったよっていう人はですねよかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた。